ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。暑いわねアイス3本目いっちゃうわよ、これ。レ夢ムそれ朝からずっと言ってるじゃないか。いいのこう暑いと、体が氷河を求めてるのよ。マッキンリーの雪とか送りつけてほしいわ。レ夢ム、それ今めっちゃタイムリーなワード出たな。アイスの話で？いや、マッキンリーの方だぜ。今日はそのマッキンリーで起きた超ヤバい登山事故について解説していくぜ。なんか不穏な空気アイス気分吹っ飛んだんだけど。それもそのはず、今回のテーマは1967年マッキンリー遭難事故だ。アメリカ・アラスカ州にあるマッキンリー、今はデナリって名前でも呼ばれてるんだが、そこでとんでもない遭難事故があったんだぜ。遭難？どれくらいヤバかったの？なんと7人の登山者が命を落とした。それも山を下る最中に、100年に一度って言われる超大型のブリザードに巻き込まれてな。100年に一度？それって、人類の代替わりを超えてくるレベルじゃない？そうなんだよ。それまでも、それ以降もなかなかないレベルの悪天候で、マッキンリー史上、最悪の死亡事故とされているんだ。しかも当時は登山事故の中でも世界的に見てもトップクラスの惨事だったんだぜ。何それ？めっちゃ凍える話じゃない。寒気してきたわ。いや、エアコンのせいかもだけど。いや、これは話の方の寒気だと思うぜ。というわけで今回は、この壮絶な1967年マッキンリー遭難事故の真相に迫っていくぜ。でもちょっと気になってきたかも。じゃあみんなも最後まで付き合っていってね。さて、ここからは1967年のマッキンリー遭難事故について、がっつり解説していくぜ。まずは、なぜそんな危険な登山をすることになったのか、つまり遭難の背景から話していこうじゃないか。ちょっと怖いけど、知っておかないとって気分になってきたわ。よし。その心意気が大事だぜ。でな、今回の登山を企画したのは、ジョー・ウィルコックスっていう当時24歳の大学院生だったんだ。大学生？てっきりベテランの山男が主催してるのかと思ったけど、意外と若いのね。そうだろ？彼はブリガム・ヤング大学ってとこの大学院に通ってたんだけど、アメリカ最高峰の山に挑戦してみたいって思い立って、登山チームを自ら立ち上げたんだぜ。その情熱はすごいけど、なんか若さゆえの無謀な感じもするわね。でな、チームを集めるために彼は手紙でニュースレターを送ったり、広告を出したりして、参加者を募集したんだ。しかも、登山費用としての参加料はたったの$300。食料や装備込みでその値段だぜ。今の感覚でも破格なんじゃない？それで本当に登れるの？まあ、当時としても破格の値段だったらしいな。それもあって、登山に興味があった若者たちが集まってきたんだ。最終的にウィルコックスのチームに加わったのは8人。年齢も大体20代で、若さと勢いに満ちたメンバーだったぜ。名前を挙げると、ジェリー・クラーク31歳、スティーブ・テイラー22歳、デニス・ルクターハンド24歳、マーク・マクラフリン23歳、アンシェル・シフ30歳、ハンク・ジェインズ25歳、ジョン・ラッセル23歳、ウォルト・テイラー24歳だな。全員男の人？しかも、名前だけでなんとなくワイルド感出てるわね。そうだな。で、ここからが大事なポイントなんだが、実はこのチーム、全員が高所登山の経験に乏しかったんだ。ちょっと待って、デナリって6000メートル級の山でしょ？そうだ。マッキンリー、つまりデナリの標高は20310フィート、約6190メートル。アメリカ大陸で一番高い山だぜ。そんなとこに、経験なしで挑むとか無謀すぎるわよ。登山チームの全員が基本的な登山知識は持ってたけど、誰一人として約4600メートルを超える山に登った経験がなかったんだ。だから、デナリは完全に未知の領域だったわけだな。それって、高山病とか、装備とか、全部ぶっつけ本番ってことじゃないの？やばいじゃないのよ。で、国立公園局、つまりデナリ国立公園の管理者たちも当然この申請には不安を感じていたんだ。だから提案したんだよ。提案？まさか、登るのやめなさいって？それも含めてな。でも彼らが具体的に出したのは、もっと経験のある登山グループと合流して一緒に登れて案だった。その合流相手として登場したのが、コロラドから来たハワード・スナイダー率いるチームだぜ。スナイダーも22歳と若いが、こっちは割と経験値が高いメンバーだった。最初は4人グループで、スナイダーの他にジェリー・ルイス31歳、スティーブ・ルイス、そしてポール・シュリヒター22歳っていうメンバー構成だったんだ。やっとちょっと安心できそうな人たちが出てきた感じ。そう思うだろ？でもな、このコロラドチームにも問題が起きてな。出発前にスティーブ・ルイスが交通事故で負傷して、登山に参加できなくなったんだよ。そんなタイミングで？ああ。それで国立公園局が定める最低4人以上のチームで登ることっていうルールに引っかかるようになっちまった。
だから、スナイダーのチームも単独で登れなくなってしまったんだ。なるほど、それでウィルコックスのチームとくっつくことにしたのね。その通り。結果的に12人の合同登山チームが結成されて、ようやく登山計画が承認されたってわけだ。アップな。なんか、いろんな意味でギリギリの滑りだしね。そうなんだよ。でもな、公園局もただ OK 出すわけにはいかないってことで、いくつかの条件を出してた。まず一つ目は、無線機を必ず持っていくこと。これがあれば天候の情報や緊急時の通信ができるからな。まあ、そりゃ必須よね。山の中で情報がないとか無理ゲーだもの。二つ目は、経験のあるコロラドチームが、ウィルコックスチームの面倒をちゃんと見ること。それって、先生と生徒みたいな関係じゃない？まあそんな感じだな。そして三つ目、未経験者は事前に高所や厳しい環境になれる訓練を受けること。それは大事よ。って、それ全部守られてたの？そこが問題なんだよな。嫌な予感。一応、形式的には条件を飲んだ形になってたけど、細かいところで準備不足が見え隠れしてたとも言われてる。最初から不安要素いっぱいじゃないの。そうなんだぜ。経験の浅い若者たちが、自分たちの夢とロマンを胸に、アメリカ最高峰の山に挑もうとしていた。そして彼らが待ち受けるのは、人間の想像を超える自然の猛威だったんだ。マッキンリー。いや、デナリって、やっぱり甘くないのね。もうこの時点で心配で胃がキリキリしてきたわ。まだまだ始まったばかりだぜ、レイム。ここからは、彼らがどんな経緯で遭難へと至ってしまったのか、詳しく話していくぞ。覚悟を決めるしかないわね。それじゃあ、続きをよろしくお願いするわ。さて、ここからがいよいよ本題だぜ。1967年マッキンリー遭難事故、その経緯を追っていくぞ。はぁ、もうすでに不安要素たっぷりなんだけど、これ本当に大丈夫なの？それを聞かれると、正直全然大丈夫じゃないって言うしかないぜ。これから話す内容を聞けば、きっとレイムもなんでそんなことにって思うはずだ。まず、登山が始まったのは1967年6月22日。6月？意外と夏の時期に登るのね。そうだな。夏とはいえ、マッキンリーの標高は6190メートル。普通の山とは次元が違うからな。で、彼らが選んだルートは北側のカーステンズリッジ経由ムルドロー氷河ルートだった。それってメジャーな登山ルートなの？いや、それがなむしろほとんど使われないルートだったんだよ。何それ？なんでわざわざそんなルート選ぶのよ？理由はシンプル、こっちの方が安かったからだ。登山ルートにコスパ求めちゃダメでしょ？でもな、ウィルコックスたちは学生中心のグループだったし、予算が限られてたからな。それに、一般的な西バットレスルートよりも人が少なくて静かに登れるっていうのも理由の一つだったらしい。それが後に最悪の選択になるとは、まだ誰も思ってなかったわけね。登山隊は順調に進んで、7月13日には標高約4600メートル地点にキャンプを設置した。結構順調なのね。表面上はな。だけど、すでにここで問題が発生してた。何？ほぼ全員が高山病の症状を訴えてたんだよ。いや、ダメじゃん。吐き気、頭痛、めまい。ただでさえ過酷な環境なのに、体調が悪いとさらに厳しい。でも、彼らはまだ登れると判断して前進を続けたんだ。無理しちゃダメって何度も言いたくなる状況ね。でな、ここでもう一つ重要なことが起こった。国立公園のレンジャーたちが7月16日から17日にかけて大きな嵐が来るかもしれないって警告を出してたんだ。それってつまり、やばいから登るのやめとけってことじゃない？そういうことだ。でもなここでまた問題があって、ウィルコックスはそんな警告は受け取っていないって、後に主張してるんだよ。じゃあ、レンジャーは伝えたつもりだけど、ウィルコックスは知らなかったってこと？そう。どこかで連絡の行き違いがあったのか、そもそも隊員たちがそれを軽視したのか、はっきりとは分かってない。とはいえ、14日までは天気は良好。だから彼らは予定通り進むことにした。まだ大丈夫そうね。この日、8人のメンバーがさらに標高約5500メートルまで進んで、高地キャンプを設営した。ここから15日に頂上を目指す予定だったんだが、まさか、また何か起こった？その通り。なんと、ストーブの故障でテントが火事になったんだよ。ちょっと、登山ってそんなにアクシデント起こるの？まあ、登山っていうのは基本的に常にアクシデントとの戦いみたいなものだからな。でもこれで時間が押してしまったんだ。それでも彼らは粘って、なんとか夜7時にはキャンプを完成させた。そして7月15日、最初の4人が頂上を目指して出発した。メンバーはウィルコックス、スナイダー、ルイス、シュリヒターの4人だ。ついに頂上アタックねうまくいくといいけど、結果は大成功。6時半頃に彼らは頂上に到達したんだ。やったじゃない。
この時の天候は奇跡的に良くて、風も弱く、気温は氷点下14度だったらしい。いや、それでも十分寒いわよ。問題はその後だった。17日、別の7人のメンバーが頂上を目指すことになったんだ。なるほど、2グループに分かれたのね。ああ、でもこのグループは遅れて出発したせいで、すでに危険な状況になってた。さらに、この時点で体調不良を訴えていたスティーブ・テイラーは高地キャンプに残ることにした。なんか、すでに嫌な予感しかしないわね。まさか？そして、悪いことに、この日は大嵐が接近していたんだ。夜8時、突如として猛吹雪が襲いかかった。ジェリー・クラークが無線で現在地がわからないと報告。彼らは視界ゼロの状況に陥っていたんだ。やばいやばいやばい。翌朝、クラークが再び無線で5人は頂上に到達したと報告。しかし、その時すでに天候は最悪で、風速は時速 160km 以上。しかも、この直後からさらに風速が時速 300km 級の暴風雪が山頂を直撃する。さ、300。何それ、ジェット機が飛ぶ速度じゃないの？その通り。しかも彼らはホワイトアウトで下山ルートもわからなくなっていた。7月18日、クラークたちは10分以内に下山すると最後の無線を送った。しかしこれが彼らの最後の通信となったんだ。嵐はさらに4日間続き、7人の行方は完全にわからなくなった。嘘でしょ？ウィルコックスたち5人は定置キャンプで耐えていたが、嵐が止むのを待つしかなかった。そしてここから、必死の救助活動が始まることになるんだ。助かるのよね？この後の展開を聞けば、レイムも息を飲むことになるぜ。マリサ。さっきの話、めっちゃ胸がざわざわしてるんだけど、あの7人、無事なのよね？残念ながら、その希望は叶わなかったんだ。ここからは、救助活動と、その後に何が起きたのかを話していくぜ。覚悟して聞くわ。まず、あの暴風雪の中をなんとか耐え抜いて、標高約4600メートルのキャンプにいた。ウィルコックス、スナイダー、シュリヒター、それにルイスとシフの5人は、天候の回復を待って、7月23日に下山を開始した。本当に、よく生き延びたわね。この時、彼らはもう極限状態だった。寒さに耐えるために、3人用の小さなテントに全員が押し込まって体を寄せ合ってたんだ。牛乳詰めじゃないの？しかも動けないならご飯とかは？ストーブを使えるスペースもなくてな。加熱しないで食べられる食料だけでしのいでた。それでも、ルイスとシフはどんどん弱っていって、ウィルコックスとスナイダーも手足の感覚がなくなり始めてたんだぜ。そんな中、ようやく7月25日、彼らはベースキャンプに到着した。長かったでもこれでやっと助けが。ウィルコックスはすぐにワンダーレイクまで移動して、そこにあるレンジャーステーションから救助要請を出した。レンジャーたちはすぐにヘリを出して、キャンプに残っていた仲間を回収してくれたんだ。そして次に、登山者仲間であるアラスカ登山クラブ MCA のメンバーが動き出した。その人たちって、下の方で天候が落ち着くのを待ってたっていうグループよね？そう、その通り。彼らは7人の行方不明者を見つけたいっていう一心で、7月28日、マッキンリーの高地に向かって登っていった。そして、かつてのウィルコックス隊の高地キャンプ跡地にたどり着いたんだ。そこで彼らが見つけたのはテントポールを握りしめたまま、凍った姿で亡くなっていた一人の登山者だった。それって、もしかして？最初は、スティーブ・テイラーじゃないかって言われてた。彼は高地キャンプに残っていたからな。ただ、その遺体はすでに凍ったり溶けたりを何度も繰り返してたようで、正確な身元確認はできなかったんだ。ひどい。そんな状態になるまで。さらに、後日スナイダーが実はあの遺体、ジョン・ラッセルかもしれないと推測した。なぜなら、テイラーのアイスアックスと寝袋が、さらに下のハーパー氷瀑付近で見つかったからなんだ。つまり、彼は自力で下山しようとして力尽きた可能性がある。そんな、ギリギリまで生きようと頑張ってたのね。翌日、捜索隊はさらに上へと進んだ。今度はアーチディーコンタワーの麓で、また2人の遺体を発見したんだ。2人も？どんな状態だったの？2人とも座ったまま、体を風から守るような姿勢で凍っていた。まるで風に抗いながら最後まで。この遺体も、厳しい冷気の中で凍りついていたから、誰か特定するのは難しかった。でも、生存者のポール・シュリヒターはあれはデニス・ルクターハンドとウォルト・テイラーじゃないかと推測してる。というのも、彼ら2人はチームの中でも体力的に一番タフだったから、最後まで粘っていたんじゃないかってな。7人のうち、もう3人が、それでも、残る4人の行方は結局わからなかった。強風で雪に埋もれたのか、それとももっと下まで流されてしまったのか。何も手がかりはなかった。でも、見つかった3人の遺体は下山したの、ちゃんと？いや、それがな。当時は高所での遺体収容なんてできる装備も技術もなかった。
だから、そのまま山に残されることになってしまったんだ。そんなの悲しすぎるわ。もちろん、残された仲間たちも、助けたかったし、持ち帰りたかった。でも、標高5500メートル以上の場所で、凍りついた遺体を運ぶってのは、当時の技術じゃ無理だったんだ。それから1年後の1968年、別の人道的遠征チームが再び山に登って、7人の遺体を探して埋葬しようとした。やっぱり、誰かが思いを引き継いでくれたのね。でもな、その時には、前の年に見つかっていた3人の遺体すら、もう見当たらなくなっていたんだ。消えたの？雪に埋もれたのか、強風で吹き飛ばされたのかそれとも他の場所に流されたのか。とにかく、誰一人として見つからなかった。結局、7人全員が山に眠ったままとなってしまったんだ。あんなに頑張ったのに報われなかったなんて、マリサ辛いよ。ああ、私たちには想像もできないような極限状態で、彼らは最後の一瞬まで戦っていたんだ。だからこそ、この救助活動の話も含めて、彼らがどれだけ必死に生きようとしていたか、どれだけ仲間思いだったかってことを、ちゃんと知っておいてほしいんだぜ。絶対に忘れないわ。そして、次はこの遭難事故がその後の登山界に与えた影響と、彼らが残したものについて話していくぜ。ちゃんと最後まで聞くわ。続けてマリサ。マリサ7人の命が山に飲まれて、誰一人帰ってこられなかったなんて、本当にやるせないわ。ああ。でもこの出来事はただの悲劇で終わったわけじゃない。事故の後、いろんな波紋が広がっていったんだぜ。まず、この遭難事故はすぐに全米に衝撃を与えた。まあアメリカ最高峰で、登山史上最大級の遭難ってなったら、そりゃニュースになるわよね。その通り、アメリカ登山界のレジェンド的存在だったブラッドフォード・ワッシュバーンって人物が、この事故をアメリカ登山史上、最悪の災害と呼んだくらいだぜ。その言葉の重み、ずっしりくるわね。しかも彼はこの事故の原因について、一言最悪の天候と、戦術的な判断ミスの両方が招いた結果だって語っている。天候は仕方ないとしてもやっぱり判断ミスは大きかったのね。そのせいで、一気に注目されたのが隊長のジョー・ウィルコックスだった。ああ、やっぱり矢面に立たされちゃったのね。彼はもともと高所登山の経験もなかったし、若かったしな。それに、チームの結束力や判断力をうまくまとめきれなかったってことで、メディアや専門家たちからも厳しい声が相次いだ。でもな、ウィルコックス自身は、事故後しばらくの間は自分に責任があると認めていた。そっか、逃げなかったんだ。ああ。でもそれから年月が経って、国家気象局と NOAA アメリカ海洋大気庁が本格的な調査を行った結果、あの時の嵐は、人間が生き延びるにはあまりにも過酷すぎたって結論を出したんだ。じゃあ、ウィルコックスたちの責任じゃなかったってこと？少なくとも、あの状況で生き残れる人間はいなかったっていう評価がされている。つまり、どんなに準備が整ってても、嵐の規模が人間の限界を超えてたってことだな。一緒に登ってたスナイダーやシュリヒターも、むしろ頂上に行くチャンスがあった日を無駄にしたり、嵐の兆しが出ていたのに進んでしまった後続グループの判断が一因だったと語ってる。なるほど。誰か一人を責めるっていうより、いくつかの判断ミスと運命的な嵐が重なったって感じなのね。ちなみに、この事故の影響で国立公園局はもうマッキンリーへの登山を禁止すべきかって議論まで起きた。そんなレベルまで？ああ、でも最終的には禁止にはしなかった。山にはリスクがつきもので、完全な安全は保証できない。だからこそ登山者自身の責任が重要って考えが採用されたんだ。そして、事故の記録は何冊もの本になっていった。やっぱり、それだけ衝撃的だったってことよね。最初に本を出したのは、スナイダーだった。彼の本 In the Hall of the Mountain King は1973年に出版されて、遭難までの流れを自身の視点でまとめてる。自分の目で見た出来事を、そのまま記録に残すって勇気がいることよね。その後、1981年にウィルコックスもホワイト・インズ・アメリカズ・モスト・トラジック・クライムを出版した。この中で彼は、当時の心境や、亡くなった仲間たちへの思い、そして自責の念を語っているんだ。どれだけ重たい気持ちを抱えながら、書いたのかしら。さらに2008年、ジェームズ・ M ・テイバーって作家がフォアバー・オン・ザ・マウンテンを発表して、これが大ヒットした。この本は事件の真相と謎に深く切り込んだ作品で、ナショナルアウトドアブック賞も受賞してる。わあ、やっぱりこの事件は、今でも人々の記憶に残り続けてるのね。それだけじゃない。捜索隊だった MCA アラスカ登山クラブのメンバーだったジェフリー・バブコックも、自分の体験を書いたシュッド・アイ・ノット・リターンっていう本を2012年に出してる。現場で実際に動いてた人の視点って、また違うリアリティがありそう。
そして2014年には、事故当時のパークレンジャーの息子、アンディ・ホールがデナリズ・ハウルを出版した。この本では、ウィルコックスやスナイダーへのインタビューも交えながら事件を掘り下げた。うわぁ、まさに語り継がれる事件って感じね。いろんな角度から見つめ直されてるんだ。ああ。この事故はただの登山の失敗なんかじゃない。自然の恐ろしさ、人間の判断、仲間との絆、命の尊さいろんなことを考えさせられる出来事だったんだよ。私もただの山の事故って軽く見てたこと、ちょっと反省するわ。山っていうのは、時に美しく、時に無慈悲。その中で人は夢を見て、挑み、そして失うこともある。だけど、その記録や思いが残る限り、彼らはずっと生き続けるんだぜ。そうだね。ウィルコックスたちの挑戦も、亡くなった仲間たちも、ずっと語り継がれていってほしいわ。ああ、まったくだぜ。さて、それじゃあ最後に、今回の話を軽く振り返ってこの動画を締めるということにしておこうか。よろしくお願いね、マリサ。というわけで今回は1967年マッキンリー遭難事故を紹介したぜ。若き登山隊が夢と情熱を胸に挑んだアメリカ最高峰で、予想をはるかに超える嵐に巻き込まれた悲劇。その中での判断ミス、極限の自然、そして仲間を思う気持ち、たくさんのことを考えさせられる内容だったな。レイムはどう思った？正直、途中からずっと胸がギューって締め付けられてたわ。でも、あの人たちは決してただの無謀な若者じゃなくて、本気で登りたかったんだって分かったし、最後まで生きようとしてたのが伝わってきたわ。それに、助けられなかった仲間を思って記録を残し続けたウィルコックスや他のメンバーの思いも、重かったけど、大切だと思った。そうだな。あの出来事は、ただの遭難事故じゃなくて、人間の限界と向き合う壮絶な記録でもあったんだ。だからこそ、現代の登山にもいろんな教訓を与え続けてるし、語り継がれる価値があるんだよな。みんなは今回の動画についてどう思った？意見や感想があれば、コメント欄に残していってくれると嬉しいな。ぜひともお願いするぜ。みんなが記憶に残っている事件や事故なんかも教えてくれよな。コメントはすべて拝見させてもらっているぜ。私の毎日の楽しみなのよね。そうだな。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。このゆっくり災難資料館のチャンネル登録はもちろんだけど、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、チャンネル登録と合わせて通知のオンも忘れないでね。メンバー限定の動画や投稿なんかもあるからメンバー登録もぜひ検討してくれると嬉しいわ。事故マニアの管理人が厳選した事故防止や災害時に役立つアイテム、参考にした書籍なんかをまとめたサイトも開設したぜ。徐々に増やしていきたいわね。サブチャンネルのゆっくりお金の学校や、イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツあるから、この後、動画の概要欄からそれぞれのリンクもチェックしてくれよな。応援してくれたら飛び上がって喜ぶわというわけで、ご視聴ありがとうございました。